九尾の狐、加田、九鬼、混沌、宝鏡、東鉄。ここまで4回にわたって私たちは仙外境の怪物たちをたどってきました。しかしそれらを記録した仙外境という書物そのものは怪物たちよりもさらに奇妙です。この本には3つの大きな謎があります。1つ目、仙外境は本当に一冊の本なのか。2つ目、仙外境は地理書なのか神話集なのか。そして3つ目、私たちが見ている仙外境の怪物の姿は本当に古代中国人が見ていた姿なのか。今回はこの3つの謎を通して仙外境という書物そのものの正体をたどります。仙外境は一冊の本のように見えます。しかし中身を読むと性格の違う記録が重なっています。山を順番に記した部分、海の外の異民族を語る部分、神々や遠い世界を語る部分、それらが後に一つの書物として読まれるようになった。つまり仙外境は最初から完成された一冊の本ではなく、複数の世界の断片が重なった書物なのです。現在伝わる仙外境は全18巻、大きく4つの部分からなります。五臓三行、海外司教、海内司教、そして対抗司教と末尾の海内教、それぞれ文体も内容も全く違います。三教は山の名前と距離、産出する鉱物を延々と記録する。一方海教や大光教は神々の系譜や奇怪な異民族の伝説を語る。同じ仙外教という名前で呼ばれていても読み比べるとまるで別の本です。これらが一つの書物に合わさったのは紀元前後の時代だと考えられています。しかしなぜ合わさったのか、誰が合わせたのか、それは今もはっきりしていません。そして仙外境の奇妙さは文章だけではありません。この本にはかつて図があった。しかしその図は失われました。今私たちが見ている怪物たちの姿はもしかすると古代の姿ではなく、後世の人々がもう一度夢見た姿なのかもしれません。その話は後ほど。伝説ではこの本は治水の英雄あるいはその進化白益が書いたとされていました。漢代の学者劉欽は仙外境を朝廷に献上する際、この書をや白益が天下をめぐり山川や異物を記録したものだと説明しました。第1回で紹介したが登山で九尾の狐に出会った話、これもが仙外境の世界を歩いた一場面として古代の人々に語られていたわけです。しかし現在ではそう単純には考えられていません。文体の違い、地名の分布、引用される思想、それらを分析すると仙外境は数百年にわたって複数の人々の手で書き継がれてきたことがわかります。戦国時代、紀元前4世紀から3世紀にかけて最も古い部分が成立しました。その後前漢にかけて新しい部分が次々と書き足されていきました。山をめぐる記録、遠方の異民族の記録、神々の記録、それらが数百年をかけて積み重なり仙外境という一つの迷宮になりました。そして4世紀、東晋の学者角博がこの書物に詳細な注釈を施しました。角博の注は後の仙外境理解に大きな影響を与え、現在でも重要な注釈とされています。仙外境にはたった一人の作者はいません。そこにいるのは名前を失った書き手たちです。山を記した者、異民族の噂を集めた者、神々の系譜を書き加えた者、その声だけが2000年後の私たちに届いている。仙外境とは作者の名を失った書物なのです。仙外境の最大の謎はここにあります。この書物は地理書なのか神話集なのか。三教の文書は一見すると地理書です。清宮の山に獣がいる。その形は狐のようで尾は9つ。最初に山の名前を挙げ距離を記し、そこに潜む生き物を述べる。形式としては完全に地理書です。しかしそこに登場するのが九尾の狐です。山があり、川があり、玉が取れ、薬草が生え、そして人面の獣がいる。これらはすべて同じ書物の中に同じ書き方で並んでいます。山も鉱物も怪物も区別されていません。
ここに現代の私たちと古代中国人の間にある決定的な違いがあります。私たちは現実と想像を分けて考えます。山や川は地理、怪物や神は神話、別々のジャンルとして扱います。しかし、仙外教の世界ではその境界はまだはっきりしていません。古代の人々にとって怪物もまた地理の一部だったのです。少なくとも三教には鉱物、薬草、動植物、祭祀に関する記述が含まれています。それは単なる怪物譚ではなく、古代の人々にとって世界を分類し理解するための知識でもありました。同じ書物が怪物の図鑑でもあり、地理の手引きでもあった。司馬遷は史記で仙外教の内容をあえて言わないと書いて引用を避けました。2000年以上前の歴史家にとってさえ、この書物は事実なのか虚構なのかわからないものだったのです。つまり、仙外教は現実と想像が分かれる前の時代に書かれた最後の書物の一つなのかもしれません。ここからが仙外教のもう一つの謎です。第3回や第4回で私たちは何度も仙外教の挿絵を目にしてきました。人面の獣、翼のある蛇、青銅器に似た顔の怪物。これらの絵は実は2000年前の姿ではありません。現在広く流通している仙外教の挿絵の多くは明代、紀元後14世紀以降の版元に由来します。つまり私たちが仙外教の獣として知っている姿は500年前の絵師による解釈なのです。しかしもっと重要な事実があります。仙外教にはもともと挿絵があった可能性が高いのです。古代において仙外教は三回図形とも呼ばれていました。絵地図に解説文が組み合わさった書物だったと考えられています。4世紀の角箔は仙外教図賛という仙外教の図に対する賛を書き残しています。当時、図があったことの間接的な証拠です。しかし、その古い絵地図は早い時代に失われました。現在よく知られている仙外教の挿絵の多くは明代以降の版元に由来します。それらは古代の図そのものではなく、本文の記述をもとに後世の絵師たちが書き直したものです。小王公版、古文館版、王仏版、同じ怪物を描いた挿絵でも版元によって姿が違います。それは誰も本物を見たことがないからです。私たちは仙外教の獣の姿を知っているつもりでした。しかし、それは500年前の絵師の解釈に過ぎません。2000年前、原点を描いた人々がこれらの怪物をどう想像していたか、本当は誰も知りません。第3回や第4回で見たあの挿絵たち、それさえも原初の姿からは遠く離れた後世の人々の想像の産物だったのです。仙外教は完成された答えを残した書物ではありません。誰が書いたのかわからない。図も失われた。怪物たちの姿も時代によって変わっていく。だからこそ後の人々はこの書物に自分たちの偉業を重ねました。九尾の狐は隋中から陽子へと変わり、日本に渡って賜物前となりました。九鬼は江戸時代の日本で、九鬼という漢字にかまいたちという読みが当てられ、日本の妖怪かまいたちと結びつきました。そして人面の獣たちの構造は、日本の九段という妖怪の中に姿を変えて現れています。すべてが仙外教から直接生まれたわけではありません。しかし仙外教は後の時代が偉業の存在を語るための巨大な記憶の倉庫になりました。仙外教は過去に閉じた本ではありません。未完成のまま、誰のものでもないまま残されたからこそ、読み継がれるたびに別の怪物を生み出してきた書物なのです。仙外教とは何か、誰が書いたのかわからない。いつ完成したのかもわからない。原点の挿絵がどんなものだったかもわからない。地理書なのか、神話集なのかさえはっきりしない。それでも私たちはこの書物を読み続けます。なぜか。それはこの書物が2000年前の中国人が世界をどう見ていたかの記録だからです。山も川も獣も神も鉱物も薬草も、すべてが区別なく並べられた混沌とした世界。私たちが現実と想像を分ける前のもっと豊かでもっと不気味な世界の姿がここには記録されています。九尾の狐も蝌蚪も九鬼も混沌も宝鏡も東鉄も、彼らはただの怪物ではありません。
古代の人々がこの世界をどう感じていたかの証言者です。そしてその証言は誰が書いたのかもわからない一冊の書物の中に今も残されています。ここまで5回にわたり仙外教の世界をたどってきました。次回からは舞台を日本に移します。平安の闇にある不気味な気配が現れました。姿は見えず、ただ声だけが聞こえる。人々はそれをヌエと呼びました。しかし、ヌエとは本来怪物の名前ではありませんでした。正体不明の書物の次に語るのは正体不明の怪物です。異形奇譚、また次の夜に。